皆さんこんにちは、うみこです。11月に入って本格的な冬が近づいてきました。これからどんどん気温が下がってくると思うので、今日はですね、冬車中泊の準備をしながら私が使っている冬グッズを紹介します。これですね。注げた注げた。うん
ここまで冬グッズを紹介してきたんですけど、もうほとんどが電化製品ということで電源についてもお話しします。今乗ってるキャラバン、そしてもう1台のエブリィには DIY でつけたサブバッテリーシステムが載っているんですね。で、私たちが車中泊するときはこのサブバッテリーとポータブル電源、この2つから電気を確保してます。私たちの使っているサブバッテリーは走行充電に対応させていて、すごく便利なんですけど、構築にものすごく手間がかかるので万人におすすめできる方法とは言えないですね。すぐに車中泊始めたいっていう方だったりとか、サブバッテリー積むの難しいなっていう方はポータブル電源を使うのがいいかなと思います。ポータブル電源って各社からいろんなものが出ていてよくわからんっていう方もいるかもしれません。今回エコフローさんとのコラボレーションということで新発売のデルタ3プラスっていうポータブル電源、こちらをお見せしながら私が思うポータブル電源選びのポイントみたいなところをお話ししてみようと思います。エコフローさんの製品は私以前使ったことがありまして、その時はリバー2マックスっていう製品ですごく寒い日だったんですけど問題なく使えましたし、その時の使用感が良かったんでまた紹介させてもらってます。リバー2マックスを使った時に充電時間がすごく早くてびっくりしたんですよね。容量が 512Wh なんですけど1時間ぐらいで0から 100% になって、でこのデルタ3プラスは容量がその約2倍の1024Whなんですけど最短56分で充電ができるということでちょっとすごくないですか後ほど試してみたいと思います。まず1つ目のポイントが安全性です。商品情報をチェックするときにですね、電池の種類っていうのを確認していただきたいんですが、デルタ3プラスの商品情報を見るとリン酸鉄リチウムと書かれてますよね。以前はですね三元系電池っていうのが多かったんですけど、この三元系に比べて発火とか爆発のリスクが低いので安全性が高いということで、このリン酸鉄リチウム略して LFP っていうそうなんですけど、最近だとこちらが主流になってきました。 LFP 電池だと劣化しづらくて、あと耐用年数も長いっていう特徴があって、デルタ3プラスの場合は4000回サイクルでおよそ10年間使用可能ということです。これからポータブル電源を買いますという方は LFP 電池を選ぶのがいいかなと思います。2つ目がサイズと容量です。デルタ3プラスはですね、容量が 1024Wh、 定格出力が1500W で、いわゆる大容量タイプのポータブル電源と言われるものですね。サブバッテリーなしで車中泊する方は冬場は特に電気消費するので大容量タイプはマストで必要かなと思います。私の場合ですけどサブバッテリーがある場合でも大容量タイプは一つは持っておきたいなというふうに思ってて、それがサブバッテリーの調子が悪い時の備えになるんですよ。ちょっとサブバッテリーの挙動がおかしいなっていう時、修理するまでの間ポータブル電源を使ってっていうことができるので。あとですね、私たちは古民家に住んでるんですけど、築年不詳といういつ建てられたかわからないすごく古い家に住んでるんですけど、ブレーカーがめちゃくちゃ落ちやすいんですよ。なので消費電力が大きい家電をもう同時に使いたいよっていう場合、こういう時にも使えます。あとはやっぱり災害への備えっていう観点ですね。エコフローさんは能登半島の地震の時に災害支援もされてて、実際に災害地域で活躍したっていう実績もあるんですね。いつ起こるかわからないことなので、急に電気が使えないってなったらスマホの充電切れとか困りますよね。起こらないのがベストではあるんですけど、安心のためにも一つ持っておくといいかなと思ってます。本体のサイズについてですけど、一般的に容量が大きくなればなるほどサイズも大きく、そして重さが重くなります。こちらは縦40センチ、横20センチ、高さ28センチ、重さが 12.5 キロですね。車中泊を始めて 5,6 年経つんですけど、最初の頃と比べるとかなり小型化軽量化してます。これよりもコンパクトなものとか逆に大きいものとか様々な容量のバッテリーが出てますので、皆さんの車とか置き場にフィットするものを探してみてください。この容量がどのぐらいあればいいんだろうとか、どういう家電が使えるんだろうっていう風に思われた方、後ほど実際に使ってみますので参考にしてみてください。3つ目がですね、出力ポートです。見ていただくと
USB のタイプ C が2箇所、タイプ A が2箇所、 AC が6箇所ついてますよね。個人的にはですね、スマホとか PC とか急速充電使いたいので、タイプ C のポートが2つ以上は欲しいなっていうのがありますね。私たちはですね、アクションカメラとか撮影機材の充電もするので、タイプ A のポートも2箇所以上は欲しいです。皆さんが充電するデバイスの数と照らし合わせて、ポートの数は十分かなっていうところもチェックしていただけるといいかなと思います。これ最後4つ目ですね。動作温度です。リチウムイオン電池ってですね、寒さに弱いという特徴もあるので、寒い環境でどの程度使えるのかは事前にチェックしておきたいですよね。私たちは北海道とか東北とか寒い地域を旅することもあるので、必ず見てます。デルタ3プラスの場合は放電温度がマイナス10度から45度ってなってますね。リバーツマックスも寒い環境で使って問題なかったので、寒い環境での動作も安定しているのかなと思ってます。はい、ここまで見てきて、エコフローさんの商品すごくいいんだけど、値段が結構高いんですよね。デルタ3プラスを普通に買うと15万円ぐらいします。なんですが、最大 55% オフのセール開催中ということで、通常価格よりかなり安く買えるチャンスなので、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい、では実際に使ってみます。充電 100% からスタートです。こちらのバッテリーは定格出力 1500W で、消費電力が 1500W 以下の家電が使えるよっていうことなんですが、 X ブーストっていう機能を使うと 2000W のものまで使えるそうです。おー、350W 出てる。稼働音が全然しない。今のところすごく静か。一応なんかファンが回ってますよみたいなマークは出てるんだけど、炊飯器、冷蔵庫、あと IH クッカー同時に使って 831W。 でもまだ稼働音っていうかファンの音、このエコフローさんがうなる音はしてないですね。
美味しい。5、6分ぐらい使って14% 減った。かすかにファンの音がする。で、このコード下を通してこっちに出してきました。このぐらいがいいのかな。一旦真ん中ぐらいにしてみるか。80弱ぐらい。今これを撮影しているデバイス自身にもケーブルを挿します。ちょっとね、これで雪山とかでこれでぬくぬくしたら気持ちいいだろうなっていう。電気毛布にボアの寝袋をこうやって感じでかけて寝てました。めちゃくちゃ暖かく寝れました。途中からちょっと暑いかなっていう感じだったんで、最初中ぐらいにしてたんですけど、もう弱にして寝てました。充電していたものたちはご覧ください。エコフローさんがついに底をつきました。おはよう。7時半に充電開始しました。8時。来ると遊んでたらちょうど30分過ぎたんだけど、もう 50% 超えてるんですよね。これ普通に充電できちゃうんかな。動作音というかちょっとファンが回ってるような音がかすかにするんですけど、わかりますかね。本当に耳を澄まさないとわかんないって感じですね。
つの間に 100% なった8時34分、すごい、ほんと1時間ちょいで 100% なりましたね。おー、エコフローデルタ3プラス使ってみました。今回使って驚いたのは静音性ですね。今まで使ってきたポータブル電源と比べて格段に静かになってて、技術の向上を感じました。私たちが普段使う家電って1500ワットを超えるものはほとんどないんですよね。なので幅広い家電に対応できるというのは心強かったです。そして高出力大容量だけど充電時間は短いっていうところもポイントですよね。エコフローさん自体が災害対策に力入れられてるなっていうのを感じました。停電時に電力の供給源を自動で切り替えてくれる機能だったりとか、警報が発令されるとポータブル電源への充電が優先されて電力を確保するっていう機能だったり、緊急事態に備える機能が充実してますよね。車中泊とかアウトドアで活用しながら同時に対策にもなるっていうのはいいことかなと思います。最後に特典のお知らせです。今回のエコフローセールでデルタ3プラスを購入するとこちらのソーラーハットがもらえるそうです。数量限定ということなので欲しい方お早めにご覧ください。概要欄の 5% オフクーポンコード、これ割引との併用が可能なものになってます。こちらもぜひご利用ください。ここまでご覧いただきありがとうございます。恒例のコメント紹介です。前回の神津島を旅しましたっていう動画にいただいたコメントです。ウォーレンさんからスーパーサンクスをいただきました。ありがとうございます。グルちゃんのご飯購入に使わせていただいております。としろう久保さんから、うみこさんはじめまして、3つのチャンネルいつも楽しく拝見しています。私はロード&クロスバイクライダーです。そこで一つだけアドバイスをさせてください。うみこさんのライディングを拝見していると少しサドルが低いのではと思いました。ペダルを踏み込んだ時、左右の足がそれぞれ伸びている方が力が伝わります。うみこさんはもう少し膝が伸びた方が良さそう。人間何かを強く踏みつける時は利き足がドンと伸びるでしょ。それと同じです。サドルを数センチ上げて一番力が入る高さを探すといいですよ。力は入る分アシストもさらに感じられるようになると思います。では次の動画を楽しみに待ってます。ありがとうございます。なるほど、サドルの高さってそこまで気にしてなかったので見直してみようと思います。ありがとうございます。 KH さん、神津島の海綺麗ですね。潜りたくなる気持ちわかります。9月に伊豆大島に行ってきました。浜をはしごしてシュノーケル三昧。私たちはレンタカーでしたが大学生はママチャリで頑張ってました。伊豆諸島はアシスト必須ですね。来年は3度目の父島と初の母島目指します。離島旅のシリーズ化を熱望します。ありがとうございます。シュノーケル三昧最高ですね。父島と母島、私は行ったことないけどすごく良さそうですよね。離島は今回行ってやっぱいいなって思って、他にもいろんなところ行ってみたいなと思ってます。今気になってるのは北海道の利尻島、いつか行ってみたいんですよね。ありがとうございます。ハイパー杉山さんから、海さん、神津島55年前に夏休み毎年家族で遊びに行ってました。懐かしさもありますがだいぶ観光化になってますね。島では日焼け大丈夫だった？私の思い出は船が港に入れない時は沖で漁船に乗り換えて島に上陸でした。これからも楽しい旅応援してます。漁船に乗り換えて、それすごいなんかアドベンチャーですね。55年前ということは私の動画見て結構変わってましたかね。どうでしたでしょうか。家族旅行の行き先としてもね、すごい素敵な場所ですよね。海鮮丼もすごい安くて美味しかったし、海が本当に綺麗でしたね。ありがとうございます。ほんほんまゆみさんから、海子さんこんばんは。なんか恐竜が出てきそうな島ですね。海の色がすごく青くて美しいです。私も泳ぎたい。はい、ありがとうございます。恐竜出てきそうってめちゃくちゃ本当同意しかないんですけど、地形と自然とすごいですもんね。海沿いをずっとサイクリングしていったんですけど、自転車で旅するのにいいサイズ感の島だなと思いました。ただアップダウンはすごいのでそこは大変なんですけど、それも含めて魅力かなとも思います。泳ぐの好きな方は神津島はおすすめです。と次回の動画はですね、神津島から下田に戻ってきてその続きの動画になってます。次回もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。